時は後漢末期、安君霊帝のもと、十条寺をはじめとする宦官が実権を握り、清廉な管理は排斥され、政治は混迷を極めていた。天災と疫病が相次ぎ、貧困に苦しむ民衆たち。彼らの心を捉えたのが、太平道の指導者、太建領司長閣だった。布教活動を通じて数十万人の信者を集めた長閣は、漢に代わって太平道が天下を取ることを目指し、孔子の都市を期して内外で一斉放棄しようとしたが、この計画が実行直前に発覚したため、急遽前倒しで挙兵に踏み切った。紀州や慶州で軍が次々に黄巾の手に落ちる中、朝廷は唐人の禁錮を解き、家臣を大将軍に任命して都洛陽周辺の防備を強化させるとともに、捕食を紀州に派遣して長閣の本体に向かわせ、候補数と主春を栄泉の黄巾軍に向かわせた。海警の巨匠の乱の平定に参加してから12年、29歳になった孫権は可否県の県城を務めていた。多くの同郷の若者が彼を慕って可否までついてきており、その他にも一旗あげようと目論む若者など何百人もがいつも孫権の元に出入りしていた。孫権は彼らを手厚く遇し、自分の身内のように扱った。はるか北方の幽州から来た帝府と関東もそのような若者の一人だった。あそこに見えるのが長領が鉱石港とあった橋だ。おお、長領が太閤兵法を授かった場所ですか。これが関心が宋王となった時の王宮跡だ。この地には戸籍が多いですな。兄上、朝廷の使者がお越しです。黄巾の件か。それにしても州軍でなく朝廷から。この度黄巾の討伐に向かわれる四中郎殿の申し出により、貴殿が画文芝に任命されることになりました。ほう、これは名誉なことだ。我らが天に融資する絶好の機会がやってきたぞ。おめでとうございます。ぜひ私たちも従軍させてください。ここにいる者以外にも従軍を希望する者を集めてまいります。よし、今日をもってわしの軍団の旗揚げとするぞ。孫権は日頃から彼に従っている数百人に加え、行商人や近隣の若者たちを集めて軍団を組織した。その数は1000人余り。そして主春と合流すべく可否を出発して西へと向かったのである。黄巾族は北方の幽州でも大放棄していた。ここ紅葉郡でも黄巾族が州と郡の役所を攻撃し、幽州志士の各君および大使の劉栄が殺害された。南の紀州が黄巾に占拠されているために朝廷からの軍の派遣も見込めない中、幽州各軍は義勇兵を募るしかなかった。そして何々、兵の応募だと。これはいいな。馬商人の馬をしているよりもはるかに商売になりますね。それだけではない。先行立てれば官位を得て風紀を手に入れることもできるぞ。そういうことだ。これを契機に我々は馬商人の護衛隊から独立した軍団に脱皮するぞ。よし、俺が活躍する場面がこれから増えそうだぜ。こうして劉備軍団も旗揚げの時を迎えた。さっき思ったんだけど、帝府と関東って幽州の人なんだね。そうだ。この通り2人は高孫さんと故郷が近いから、ひょっとすると顔なじみだったかもな。高孫さんと帝府関東の接点はちょっと意外だな。ところでそんな北方出身者がなんで可否まで来てたんだろう。これがわからないんだ。故郷をこれだけ遠く離れてくるのは安か訳があったんだろうけどな。お尋ね者になったとか。そうかもしれないし、もしかすると増便や海区の戦費討伐に参加してその後南に流れてきたのかもしれない。南方出身の孫権と北方出身の帝府関東で言葉は通じたんだろうか。三国志の時代は銀行の流動が進んだ時代だけど、帝府と関東はそのかなり早い事例と言えそうだな。それではこの続きも見てみよう。視聴者の皆さん、よろしければチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。ここは袁紹、袁術の出身地である女南郡。太子の長剣は楊貴の戦王を黙認した長海の孫だった。袁氏の一族で東湖の金の際に活躍した袁中の息子の袁妃はこの時長剣に仕えていた。その女南郡も黄巾族の攻撃に遭い、朝廷の援軍も届かない状況下で危うい状態にあった。まずいな。とても持ちこたえられる。政府、我々がこちらに踏みとどまりますので、今のうちに脱出してください。さあ、お早く。おう、すまぬ。我々は一時でも長く持ちこたえるぞ。多勢に無勢で政府軍は敗北したが、袁妃ら7人は自分の身を盾にして大使を守る。大使は助かったが、7人は全員戦死した。命のりが下され、7人は七剣として検証されたのである。ここは栄泉郡。都にほど近いこの郡が陥落すると洛陽が危うくなる。しかし破砕率いる栄泉黄巾は数十万もの軍勢を有し、極めて強力だった。そのため朝廷は候補数と主春の2つの部隊を栄泉に向かわせたのである。洛陽の防備はまだ薄い。
ここでなんとか奴らを食い止めないと危ない。敵の数は圧倒的です。軍事経験豊富なシチューローにおすがりするしかありません。なんとかお願いします。装備や訓練度では我々の方が上だ。敵の勢いを乱すことができれば勝機はある。この A 戦での戦の奇数が漢の朝廷の命運を決すると言っていい状態の中、シュシュンは黄金の破砕軍と対峙した。あれが政府の兵か。大した数ではない。数で押しつぶせ。とても相手にならない。逃げろ逃げろ。退く者は切る。踏みとどまれ。さすがにこれは破壊度が悪いのだ。やむない。引け引け。シュシュンの部隊は壊滅、敗走を余儀なくされた。よし、一つ片付いた。もう一個。賊軍がシチューローの軍を破り、こちらに向かってきます。敵の兵は極めて多い上に勢いに乗っている。今戦を急ぐのは自滅を招くだけだ。しばらく守りを固めて情勢の変化を伺うしかないな。強挙不利と見た候補数はダムを得ず長者の城に籠城した。葛西率いる黄金軍は城を大軍で包囲した。朝廷軍敗れる。その知らせに朝廷は震撼した。何、シュシュンが敗れただと。候補数の軍も長者で賊軍の包囲を受けて危うい状態にあります。兵士の数では賊軍の方が圧倒的に多いようです。いかん。慶戦が落ちてはすぐ奴らがこの洛陽まで来るではないか。陛下も長安に逃れられる準備を始められた方が。海援艦の備えはどうなのだ。ただいま大急ぎで防備を固めておりますが。どうなのだ。海援艦まで天軍退いて守った方が良いのか。そうですな。軍事に詳しいものを読んでまいります。ソードの。参りました。官軍が A 戦で苦戦しておる。一旦海援艦まで退いて守りを固める方が良いか、どう思う。それはよろしくありません。海援艦の地形は賊の大軍を防ぎ止められるほどの堅楚さはありません。それに艦軍を一旦退かせると再び軍を立て直すのは困難になります。A 戦軍で防ぎ止めるべきです。竜は安く行う若頭が。私が A 戦に赴き長者の包囲を解いてご覧に入れます。何、そんなことができるのか。やってみせます。よし、いよいよ俺が世に出る時が来たぞ。腕が鳴りますな。こうして曹操は急遽候補数の援軍として A 戦に派遣されることとなった。しかし相手の破砕軍は強力。曹操は美人を飾ることができるのか。そして漢は滅亡の危機を脱することができるのか。高麿です。黄金の乱は朝廷にとって晴天の霹靂であり、兵や武器の備えも足りない中で総勢数十万の反乱軍を食い止めるのは大変に困難であったと考えられます。捕食、公孫さん、シュシュンと3人の中老将を任命し、そのうち2人を A 戦に派遣したというのは、それだけ A 戦の黄金の勢力が強く、しかも都洛陽と近く、朝廷により切迫した危機であったからでしょう。今や漢の命運は候補数、シュシュン、曹操の肩にかかっていたのです。今後も中国の歴史を中心とした動画を上げていきますので、この動画がいいと思った方は、チャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。